ではね、まずね、基本的にコドン表なんか覚える必要ありません。もう基本的に。その生物のテストでコドン表を使う問題は、問題文にコドン表載ってるんで、あれガチ全部暗記する必要全くないです。コドン表って遺伝暗号表とも言うけど、遺伝暗号表を暗記する必要全くないです。これがね、遺伝暗号表、コドン表ですよね。メッセンジャー RNA のね、3文字、ね、1文字目に何ていう塩基が書いてあるかな、2文字目に何ていう塩基が書いてあるかな、3文字目に何ていう塩基が書いてあるかな。例えば、UUU だったら、メッセンジャー RNA 上に UUU っていう並びがあったら、フェニルアラニンっていうアミノ酸をトランスファー RNA が持ってきて、ね、リボソームが合成途中のタンパク質に、ね、フェニルアラニンを、ね、つなぐ。そんな風な意味を持ちます。基本的にこれ、全部覚える必要はありません。この括弧の中はね、発展生物の人しか見る必要はありません。生物基礎は生物基礎しか、習ってない方は全く気にする必要はありません。第1文字がね、メッセンジャー RNA の5ダッシュ末端側。第3文字がね、メッセンジャー RNA の3ダッシュ末端側の塩基です。でね、3塩基の並び、ね、3塩基の連鎖をトリプレットって言うんですけど、これね、4文字でもなくて、2文字でもなくて、3文字で1つの暗号になっているっていうのが結構重大発見で、なんで、3塩基連鎖、3塩基の並びをトリプレットっていう、3塩基の並び自体にトリプレットっていう名前がついてます。まあ、トリプレットをね、コドンと同じように使うことも多いですけど、まあ、3塩基の並びをトリプレットという。で、メッセンジャー RNA 上の遺伝暗号となるトリプレット、メッセンジャー RNA 上のトリプレットをコドンって言います。ね、コドン。いろんなコドンがありますね。だからこれね、コドン表とも言ったりするんですね。いろんなコドンがある。ね。UCU とかね、UUU とかね。でいろんなコドンがあるんだけど、いろんなね、暗号があるんだけど、皆さん気にする必要があるのはね、このうちの、まあ、次のスライドに示すものだけです。覚えるのはこれだけです。AUG が開始コドン、メチオニンをして、UAA、UGA、UAG が終止コドン。ね、そこで、タンパク質合成終了。ね、これだけです。生物基礎ではね、俺これすら覚える必要ないと思うんだけど、まあね、お守り代わりにね、知っておくといいかもしれません。だけどこの AUG の開始コドン、ね、これ、転写の開始の合図じゃありませんよ。タンパク質合成の開始ね。こっからアミノ酸をつなげていきますっていう合図ですよ。まあ、語呂合わせとして、恋はオーガストに始まる、ね、恋は夏に始まる、なんてね、恋はオーガスト、AUG に始まる、なんていう語呂合わせはあるけど、まあ、これね、AUG ってめちゃめちゃ問題文にいっぱい出てくるからね、そのうち覚えちゃいます。で、まあ、これは発展だけど、じゃあ、すべてのタンパク質って、初めのアミノ酸はメチオニンなんですかってね、よく聞かれますけども、でもね、基本的にはまあ、ある意味正しいんだけど、そのメチオニン、後でね、取り除かれることが普通です。そして、UAA、UGA、UAG は終止コドン。ね、語呂合わせは、うわ、うが、うわぐ。発展としてね、この終止コドンが現れたら、ね、リボソームはメッセンジャー RNA から乖離します。ね、そこでアミノ酸をつなげるのを終わりにするよって意味だね。ね、終止コドンがなかったらね、どこまでもアミノ酸つなげていっちゃうからね。終止コドンがそこでアミノ酸の合成を終わり、ね、ここで、タンパク質が完成しましたよっていう合図なんだね。ね、これからね、じゃあ注文を開始する。じゃあとりあえずビールデーが AUG。ね、じゃあね、ごちそうさまでしたがね、この終止コドンね、UAA、UGA、UAG。そんなメッセージですね。でね、こんな風にね、このね、遺伝暗号表、全生物で、まあ、ほぼ共通なんで、まあ、全生物が共通の祖先から進化してきた根拠の一つになる、ね、根拠の一つになってます。この遺伝暗号表は基本的に、まあ、少しずつね、実は例外はあるんだけど、基本的に同じ暗号表を全ての生物が使ってるっていうね、それ重大な事実です。で、こっから先はね、ちょっと発展なんで、生物基礎しか取らない人はね、もう動画は閉じてしまって結構です。実はこれよく見て、CUU、CUC、CUA、CUG、全部ロイシンを指定してるんですよ。で見て、UCU、UCC、UCA、UCG、全部、どれでもセリンを指定してる。で、これも CCU、CCC、CCA、CCG、全部プロリンを指定してる。こんな風に、これ3文字目が結構緩いよね。つまり、3文字目どんな塩基が来ても、同じアミノ酸を指定してることが結構この表を見るとあるんですよ。これね、いろいろ理由はあるんだけど、その一つにはね、コドンの3番目の塩基って、結構ね、塩基対形成のね、縛りが緩いんですよ。間違った塩基同士でも別に問題がないようにできてるんですね。1塩基目と2塩基目は厳密な塩基対形成の縛りがあるけど、3文字目ってどんな塩基が来ても、なんとなくね、ちょっと間違っちゃっても、なんとなくコドンとアンチコドンが対応するような
そんな風なね、仕組みになってます。こんな風にね、揺らぎがあるんですね。塩基の3文字目に揺らぎがある。これちょっと大学生になったらまた学ぶけど、ちょっと面白い話なんで、知っときましょう。これもね、理系の方用のトランスファー RNA とメッセンジャー RNA の模式図です。トランスファー RNA ね、アミノ酸をね、運んでくるからトランスファー RNA って言います。頭にね、アミノ酸を乗っけてます。で、トランスファー RNA 上のトリプレットをアンチコドンって言います。コドンと対応するトリプレットをアンチコドンって言います。で、メッセンジャー RNA 上の遺伝暗号を持つトリプレットをコドンって言いましたね。で、このコドンとアンチコドンとアミノ酸が対応関係にあるから、コドンがアミノ酸を指定できるわけです。で、このコドン、ね、メッセンジャー RNA 上のコドンって、ね、もともとは、どこから来た暗号かっていうと、それは DNA から転写されて生じたものでしたよね。DNA から転写されて生じたものがメッセンジャー RNA なんだから、メッセンジャー RNA のコドン、ね、ここの情報は、もともとは DNA にあった情報だ。こんな風に DNA にあった情報がメッセンジャー RNA に移って、で、そのメッセンジャー RNA の情報でアミノ酸を指定しているわけだから、つまりは DNA がアミノ酸を、ね、指定していたことになるね。ね、アミノ酸のつながったものがタンパク質なわけだから、DNA にある、ね、遺伝情報がタンパク質の情報を、ね、コードしてた。ね、そういうふうに言えるわけだ。こんなふうにね、アンチコドンとコドン、ね、塩基対形成が、ね、なされています。で、まあね、スマートな人なら気づいたと思うけど、ってことは、このどんなアンチコドンを持つトランスファー RNA が、どんなアミノ酸を頭に乗っけるかは、これ厳密に制御しなきゃいけないよね。アンチコドンとアミノ酸に対応関係があるから、適切なアミノ酸を運ぶことができるわけだから、どのトランスファー RNA に、どのアンチコドンを持つトランスファー RNA に、どのアミノ酸がつながるかっていうのは厳密に制御されてます。その重大なお仕事を担うのは、これ、ね、理系の方はチェックしてほしいけど、アミノアシルトランスファー RNA 合成酵素。ね、これで一つの単語ね。アミノアシルトランスファー RNA 合成酵素。こんな酵素がその反応を触媒してます。この反応、アミノ酸とトランスファー RNA をくっつける反応、ATP の分解が伴います。この ATP の分解で手に入れたエネルギーは、まだね、ここに貯められていて、で、この ATP に由来するエネルギーは、ここに貯められていて、アミノ酸とトランスファー RNA の結合に貯められていて、そのエネルギーどこで使うかっていうと、リボソームの中で行われるアミノ酸同士の結合にそのエネルギーは使われます。確かによく考えてほしいんだけど、アミノ酸同士をつないでいきますって、それ同化じゃないですか。複雑なものを、ね、単純なものから作り上げる同化だよね。同化ってことはエネルギーの投入が一般的に必要なわけだ。で、そのエネルギーは実はこの段階で投入されているんですね。まあ、これもちょっと発展的な話だけど、このアミノアシルトランスファー RNA 合成構造って案外問われるんで、これもチェックしておきましょう。じゃあね、翻訳ちょっと詳しく見てみました。